国の西北東諸と北方限界線といった最前線海域の沿岸を守るため、旧型との交代として配備された新型高速艇4隻すべてのエンジンが故障し、海上の国防に大きな影響を与えているようです。韓国政府は老朽化した既存のチャムスリ級の中型高速艇から新型高速艇への置き換えを実施しています。2017年に新型高速艇、チャムスリ211が就役し、最終的には16隻が建造されて置き換えられることとなる予定です。総額1兆ウォン、約900億円で阪神重工業に発注し、現在までにこの新型高速艇が4隻就役しましたが、その全てでエンジンが故障し、運用できない状態に陥っているようです。2019年12月に就役したばかりの2番艦から4番艦までの3隻でも故障が発生。実戦配備からわずか半年ほどで相次いでエンジンが故障したことから、故障ではなく製造上の欠陥であるという疑いが浮上しています。このため国防技術品質院は原因究明に乗り出しました。来月下旬にも調査結果が報告される見込みのようです。ある関係者は、新型高速艇4隻すべて運航中にエンジンのシリンダーヘッドが割れて損傷したことが分かった。4隻とも駆動時間700から800時間の間に問題が発生したと話しているようです。いずれも同じ時間に故障していることから耐久性に問題があるか、運航時に海水が流入するなど構造上の問題の可能性の両方が浮上してきているそうです。故障防止のための予防的外注整備基準時間は3000時間とされていますが、これよりもあまりにも短いことから欠陥の可能性が強いという見方です。1隻あたりの受注額は約600億から650億ウォン、約50億円とされています。現在までに8隻が引き渡され、そのうち4隻の戦力化が完了した状態です。また4隻が現在建造中で、残りの4隻は来年にも建造が開始される予定です。2022年にはこれら16隻が就役する予定でしたが、この計画に遅れが生じるものと思われます。韓国国防部は来月からより性能が改善された18隻の新型高速艇を追加で置き換える事業を始める計画でしたが、これも延期せざるを得ない状況です。編集所管。兵器に関しては初期段階で不良が見られることが多いので少しは多めに見ようかなと思いましたが、これはどうやら耐久性に欠陥があるようですね。現在韓国では調査が行われているようですが、4隻ともエンジン故障というのはちょっとないでしょうね。故障率 100% ということになるので、市販品なら即リコールですね。全量回収になりますね。今回の置き換え事業は2010年に起きたヨンピョンド砲撃事件に教訓を得て、北朝鮮の高速艇に対応でき、かつ全面戦争の場合でも生存できるような船を目指したということです。この影響でいくつかの設計が変更されたことが今回影響しているかどうかはわかりません。沿岸を警備するということでプロペラではなくウォータージェット推進方式を採用しているとのことですね。詳しい人の話によるとですね、これって日本のはやぶさ型ミサイル艇のパクリじゃないかということなのですが、少なくとも大いに参考にしたことは間違いないようです。その方によると、ステルス性能が低いのは指摘が北朝鮮という想定であるということと、量産して費用を抑えた安価なものを数多く揃えるということではないかとのことです。お手頃価格で対北朝鮮で十分活躍ができる費用対効果の高いモデルが今回の高速艇だというわけですね。黄海の沿岸に中国の軍用船が入ってくることはないからいいだろうということですね。また中国漁船が大挙をし寄せて大変なことにならなければいいですけど。1隻目は2016年ということで、造船事業が存続の危機にあった頃、国からの発注で阪神重工業は大きな影響を受けなかったものの、大規模リストラを始めた年ですね。この時のエンジン設計がそれ以降も、そして現在建造中のにも使われているわけです。耐久性にせよ構造の問題にせよ、前線に復帰できるのは当分先になりそうですね。阪神重工業は昨年2兆ウォン投資したフィリピンの造船所が破綻して資本惨色に陥りました。そして債権団が巨額の債権を出資転換して今は債権団が経営している状態です。昨年はこの他に高速上陸艇や多目的大型防除船、環境対応改善事業を受注するなど、国のおかげで受注目標を余裕でクリアするという状況のようです。資産も売却して国からの受注で黒字になって、減資もしてなんとか立て直しができたということで年内に売却されるそうです。一体誰が買うんだろう。
赤字体質の改善が見られないことや資金力がないことから、少なくともサムスン重工業は魅力を感じていないということですけど、建設部門もあるので造船と分離して売却というのも考えられますが、そうすれば造船事業はますます売れないかもしれませんね。長年海軍の艦艇を作ってきたことと、救済の意味も込めてなんとなく阪神重工業に任せてきたということのようですけれど、今回こんなみすぼらしい結果を出されては政府も軍もたまったものじゃないでしょう。まだ4隻しか交代していない状況だったから良かったものの、これが8隻や12隻となっていたら、さすがの北朝鮮も挑発しに来るでしょうね。どれほどの対応力かを見極めるために、前向きに考えれば、耐久性があまりにもなかったので今発覚したということかもしれません。傷口を大きく広げる前で良かったんじゃないでしょうかね。何より平和な南北関係の最中で良かったですね。パククネ政権の時に比べて防衛不正やこうした欠陥兵器というのは減ったように思います。あの頃は毎週何かしら報道が出ていましたから、しかも極めて間抜けな内容が次々と。そう考えれば、これでもまだ改善した方だと思います。政権が変わったからかどうかはわかりませんけどね。久しぶりに楽しませていただきました。船のエンジンって簡単に壊れるんですね。壊れないですよ。これは特別製だから壊れたんです。800時間って毎日8時間だと3ヶ月ちょっとで壊れるって計算ですよね。そうです。しかも時限爆弾的に綺麗に故障したようですね。部品の耐久性に問題があると考えるのが自然ですね。こういうのって耐久テストはしないんですか？部品の個別の耐久テストはしているはずですよ。そしてエンジン組み立て後も必ずするはずですけど。してなかったんですかね？まさか、市販で大量にばらまくようなゴミ製品を作るんだったらまだしも、海軍に収める戦闘艇ですよ。しないわけないでしょう。してたらこんなこと起こるはずがないですよね。そうですね。試作機と本番機の間に何か違いがあったということになるでしょうね。それでも普通は起きないですよね。起きないことを起こすからすごいんです。だから不慮の故障なんですよ。こういう機械って難しいですね。コンピューターもですけど。見過ごしがあるとこうなっちゃうんですよ。そして見つからないと迷宮入りしてしまうんですよ。でもこれは簡単そうですよね。その壊れたタービンが悪いんじゃないですか？でももっと複雑なんじゃない？よくわからないけど。だって普通なら1隻目が故障した時点で原因がわかるはずですよ。それで相次いで故障してもまだわからずにこれから外部の調査を受けるんですよ。そうか。車なんかでもすぐにわからなかったりしますもんね。第三者機関だと客観的に調査ができるので見つかったりするんですよ。あと、こういうのを探すのが得意なエキスパートが世の中にはいるんです。最初からその人に頼めばいいのに。一応自己解決してこっそりしておきたかったんですよ。どこもそういうものです。北朝鮮は今なら攻め時ってことですか？前提が常時出動しているわけじゃないからそういうわけでもないですけど、作戦には全然参加できないようなので比較的攻め時ですね。じゃあやってきますかね？感染症対策で大変だからできないんじゃない？じゃあ以前みたいなどんどん打ち合いはないですか？ないと思います。そうですか。残念そうに言わない。出社はどうですか？いろんな意味で全然人がいないです。通勤もそうですけど。時差出勤なので10時に家を出ていますけどね。一応まだ自粛ムードが続いているんですね。そうみたいですね。会社は昨日よりも今日は人が少なかったです。状況を見て来週は1日にするかも。逆行することってあるんですね。感染拡大しているわけじゃないのに、来週こそもう少し人が出るんじゃないですか？結局会社に電話がかかってくるわけでもないですし、会社で打ち合わせをするわけでもないので、お家でもいいんじゃないですか？もう2段階くらい緩和されないと変わらないようですね。時間がかかるんですね。私はテレワークでいいですけどね。コーヒー豆も買いためたし、ベランダチェアも届いたし、そして髪を切りに行きます。あ、行くんだ。ようやく、お店やってるの？連休明けから開けているそうです。まだ人は少ないみたいですけど。大変ですね。緩和されたらワッと来たりするんですかね。会社帰りの人とかが多いと思うので、当分かかるんじゃないですかね。だって電通なんて2月からずっとテレワークですよ。それで済むなら事務所を他の会社に貸しちゃえばいいのに、誰も借りないか。
広告も少ないからすること自体ないんじゃないですかね。お家でダラダラしてるんじゃないですかね。この雰囲気が変わるまではそうかもですね。ところで髪型変えるの、変わるんだったら大変なんですけど。長めにしようかと思ったんですけど、暑そうなので元に戻します。よかった。まだ色々と準備が必要で作業に時間がかかってるので。じゃあ今日は早めに帰ります。さよなら。早く。